皆さん、こんばんは。レートナイトジャパニーズチャットへようこそ。私はみさきです。こんばんは、のぞみです。今夜もよろしくね、みさき。よろしく。今日はちょっと聞いてほしいことがあって、先週ニュージーランドに行ったんだよね。そうなの？いいな、旅行？そう、短い旅行だけど、で、向こうでレンタカーを借りたんだよ。ああ、そっか。ニュージーランドって車社会だもんね。そう。で、初めてガソリンを入れることになって、最初はちょっとドキドキしたんだけど、やってみたらめちゃくちゃ簡単だった。そうなの？どんな感じだったの？まず機械の種類が少ないし、選ぶことも少ないし、本当にシンプルだった。日本のガソリンスタンドってなんか機械見るたびにちょっと違ったりするじゃない？確かに。場所によって全然違うって思うことあるよね。そうそう。で、ニュージーランドはそれがなくてすごくわかりやすかった。それで思ったんだけど、日本のガソリンスタンドって実は日本人でもちょっとわかりにくいことが多いよね。そうかも。じゃあ今日はガソリンスタンドの話をしようか。そう。日本のガソリンスタンドを一緒に勉強しよう。まず基本から。ガソリンスタンドって英語だと何て言うの？英語だとガスステーションとかサービスステーションっていうことが多いかな。でも日本ではガソリンスタンドが一番よく使われてる。そっか。略してガソスタっていう人もいるよね。そうそう、近くのガソスタどこみたいな。あとはスタンドだけで通じることもあるね。ちょっとスタンド寄ってもいいみたいな。ああ、言うね。で、日本のガソリンスタンドってどんな会社があるの？代表的なのはエネオス、出光、コスモ石油とかかな。コンビニで言うとセブンイレブンとかファミマみたいにいろんなところにある。チェーンによってカードや価格が違ったりするんだよね。そう、それが日本のガソリンスタンドをちょっと複雑にしてる理由の一つだと思う。なるほどね。リスナーの皆さんの国ではどんな会社があるのかな？気になる。コメントで教えてほしいな。じゃあ次。日本のガソリンスタンドに行った時、まず困るのって燃料の種類じゃないの？そうそう、カタカナや漢字で書いてあるしね。大きく分けると、レギュラー、廃油、軽油の3つがある。色で分かれてるんだよね。そう、これ大事。レギュラーが赤、廃油が黄色、軽油が緑。色で覚えると間違えないね。うん、一番よく使われるのはレギュラー。普通の車はほとんどレギュラーで OK。廃油は？廃油は高性能な車、スポーツカーとか高級車に使うことが多い。値段もちょっと高い。廃油って何の略なの？ハイオクタンの略。オクタン価が高いってこと。簡単に言うと、エンジンにとってより良い燃料って感じかな。なるほど。じゃあ軽油は？軽油はトラックやバスみたいなディーゼルエンジンの車に使う燃料。あ、軽い油って書くから軽自動車に使うのかと思ってた。それ間違いやすいよね。軽自動車にはレギュラーを入れるよ。軽油を入れたら大変なことになる。え、どうなるの？エンジンが壊れちゃう。だから本当に注意が必要。ちゃんと自分の車の説明書で確認しておこう。あと、灯油っていうのも聞いたことあるんだけど。ある。灯油は暖房器具に使う燃料で、ガソリンスタンドで売ってることが多い。冬は灯油を買いに来る人もよく見るよ。日本の冬の風景だね。じゃあ次、日本のガソリンスタンドの大きな特徴の一つ、セルフとフルサービスの話をしようか。これも国によって全然違うよね。そう、日本ではこの2種類がある。セルフは自分でガソリンを入れる。フルサービスは店員さんが全部やってくれる。ニュージーランドはどっちだったの？ニュージーランドはセルフが基本だった。でも機械がシンプルだから分かりやすかった。日本のセルフはどうやってやるの？順番があって、まず機械でお金を払う。現金でもカードでも OK なことが多い。で、燃料の種類を選んで、ノズルを車の給油口に差し込んで、レバーを引くだけ。終わったらノズルを戻してレシートをもらう感じ？そう。ただ一つ大事なことがあって、給油を始める前に必ず静電気を取らないといけない。あ、機械に触るやつ。そう。スタンドの機械に静電気除去シートがついていることが多いから、最初に手で触れてから始めてね。安全のためだね。フルサービスは楽でいいよね。そうそう。店員さんが全部やってくれるから、車の中にいればいい。レギュラー満タンでって言えば終わり。満タンってタンクがいっぱいってこと？そう。タンクを満杯にしてほしいときは満タンでって言う。
3000円分とか30リットルで量を指定することもできる。フルサービスだと少し値段が高いこともあるんだよね。場所によるけどそういうこともある。ただ慣れてない人やゆっくりやってほしい人はフルサービスの方が安心かも。ここで正直に言うと、日本のガソリンスタンドって機械が場所によって全然違ったりしない？それ、本当にそれ。同じセルフでも機械のデザインや操作の順番が違うことがあって、私も戸惑うことある。日本人でも分かりにくいんだね。なんか画面の見た目も違うし、ボタンの位置も違うし、慣れるまで時間かかる。あと、ポイントカードの話もしたいな。ポイントカード。これも日本独特だよね。ガソリンスタンドによってポイントが貯まるカードがあって、貯まると割引になったりする。貯まったポイントはお金として使えるんだよね。そう。よく使うスタンドが決まってる人は、カードを作ると節約できるよ。割引の種類もいろいろあるよね。会員価格とかアプリ割引とか。そうそう。アプリをインストールして会員登録すると安くなることもある。車を持ってる人はチェックしてみるといいかも。外国から来た人にはちょっとハードルが高いかもね。それは確かに。でも現金でもクレジットカードでも払えるから、ポイントカードがなくても問題はないよ。日本のガソリンスタンドはいろいろな支払い方法があるよね。そう。電子マネーが使えるところも増えてきた。次に、これすごく大事なこと言いたいんだけど、日本のガソリンスタンド、フルサービスだと店員さんが本当によくしてくれる。そうなの。丁寧だよね。ガソリンを入れてる間に窓を拭いてくれたり、ゴミを捨ててくれたりすることもある。サービスの実力が高い。あと、ガソリンスタンドでは店員さんにトイレを借りることもできるんだよ。あ、そうなんだ。トイレをお借りできますかって聞いてみてね。だいたい快く貸してくれるよ。旅行中に助かりそう。セルフのスタンドでもトイレがある場合もあるよね。あるある。ただ、セルフは店員さんが少ないことが多いから、困った時はインターホンとかで呼ぶ仕組みがある場合も。困ったら声をかけるのが一番だよね。そう。日本のスタンドはだいたいスタッフがいるから、わからないことがあれば気軽に聞いてみてね。このボタンはどれを押せばいいですかとか、レギュラーで満タンにするにはどうすればいいですかとか。日本語が不安でもゆっくり話せば助けてくれると思う。みんな親切だよ。ここでちょっとした豆知識。日本のガソリンスタンドってガソリンを入れる以外にもいろいろできるの知ってた？そうなの。タイヤの空気圧を確認してもらったり。洗車もできるよね。そう。洗車機があるスタンドが多い。自動洗車機で数千円から1000円くらい。窓拭き用のタオルとか水が置いてあるところもあるよね。自分で拭けるようになってる。ある。あと面白いのが、ガソリンの価格って場所によって結構違うんだよ。そうなの？同じ市内でもスタンドによって1リットルあたり数円から10円くらい差があることも。じゃあ安いところを探すといいのか。アプリで近くのスタンドの価格を比べられるものもあるよ。節約したい人はチェックしてみて。じゃあ今日のまとめをしようか。今日は日本のガソリンスタンドについて話したね。燃料の種類はレギュラーが赤、廃油が黄色、軽油が緑。セルフとフルサービスの違いも大事。セルフは自分で入れる。フルサービスは店員さんにお任せ。日本のスタンドはポイントカードや割引が複雑で、機械も場所によって違うことがあるけど、わからないことは店員さんに聞けば大丈夫。皆さんの国のガソリンスタンド、どんな感じですか？日本と違うところはある？コメントで教えてください。ではまた次回も。またね。おやすみ。おやすみなさい。